レディゴー。今回は北海道のなんと夕張市に来ております夕張市言うたら財政破綻2006年にした町やねんけど、札幌からだいたい直線距離で60キロぐらいで、カメラマンがいつもと深夜ではなくて、今回は黄昏っていうバンドのドラマーゆうたですイエーイ。マジジョーブログに力貸してくれてありがとう。ありがとう。ありがとうなマジで。というわけで今回はゆうたとお送りするんですけども、今来てるのは JR の関商線の夕張駅でも、もうここ廃駅になってて、見て線路とか残ってるけど、もう2019年で廃駅になってるところで、夕張市って俺でも知ってるぐらい教科書に載ってて、2006年に財政破綻して、もうお手上げ、その当時石炭と夕張メロン、めちゃくちゃ有名になって、人口で言ったら12万人以上を誇るかなりの都市やってんけど、今や現在もう7000人未満の人口になってる、もうありえない年やと思うねんけど、2006年に財政破綻したここ夕張市、財政破綻するっていうことはかなり前代未聞で、小中学校やった時の俺でも、テストに出るぐらい財政破綻したところはどこや、夕張市っていうっていうぐらい日本中が衝撃が走ったっていうこの町、言ったら会社が破綻しても会社っていうのはなくなるけど、ただ市が財政破綻したらなくならない建物、そのまんま空き地になってたりとか廃墟になってる、そして鹿がおるその町を今回ちょっとゆうたと一緒に探訪したいと思います。レディゴー。レディゴー。こちらマウント冷水ホテル、これ去年ぐらいまで空いてたみたいやな。だけどこれも廃墟化するんちゃうっていうよりも人の影がないからちょっと近づいてみよう。もともとここリゾート開発企業が運営してたみたいやねんけど、それを夕張市が取得して結局中国系の資本に売ったらしいねや、だから財政破綻後も一応にぎわってはいたって聞いたけど、実際来た時は結構にぎわってたんかなりね、10年以上前だけど、冬に雪山がやっぱり有名だから、スノーボードとかスキーとかやる人が、もうみんなこのホテル泊まって温泉も入って美味しいご飯も食べてっていうのがこの素晴らしいホテルだった。温泉とか、ほんまやわ、2020で終わってるわ、開業したのな、その2020年暮れで。あとシューパラホテルっていうのもあったみたいだけど、夕張リゾートの大元の会社がやってるのがシューパラホテル、そこも廃業したから今夕張には実質泊まれるところがないって書いてある。大きなホテルとかそういう盛んだったところはもう2軒ともなくなっちゃった。なるほど。12月1日火曜から当面の間、誠に勝手ながら、全員が理由わかるよな、誠に勝手ではないよ、仕方がない。ただ当面の間っていうことは開く可能性もあるっていう、この当面の間っていう言い方が哀愁と名残を感じるわ、でこれスキー場どこやったの？ちなみにスキー場そっちだわ。あれか、そう、うわでっかっ、もうほんとすごいんだよここ。めっちゃ寂しなるやん、そんな、なんか来た言うてたら。そう、高校生の時とかね、泊まりに来てもう人いっぱい人いっぱい。見てみようゲレンデ。こっから通行止めか、多分人も入ったらあかんかな。うわこれは立派やわ。看板見えるけどすごいコースだったの、こんだけ。おお結構新しいな、看板もまだ。はい、というわけでさっきの旧夕張駅からだいたい車で 2,3 分ぐらいで、こちら財政破綻した夕張市の運営を司る夕張市役所に来ました。今日は土曜やからちょっと空いてないけど、見るからにちょっと雰囲気があるな。夕張市の財政破綻ってやっぱりその炭鉱産業が衰退っていうのと、あともう一つ夕張市役所の行政の運営の効率化の遅れっていうのにも理由として挙げられてて、それは何かって言ったら人口が減っていく一方で、市役所の職員は炭鉱産業が盛んやった当時のまんまぐらい人件費をかけて多く働いてたんや、要するにお客さん来てないのに従業員めっちゃおる居酒屋みたいな赤字がじゃあどんどん膨れ上がっていったっていう。
だから結果的に財政破綻した後、この市役所っていうのは人件費を削減せなあかんから、どうしたかって言ったらやっぱり辞めさせていくしかないし、そのために給料を4割削減したりとか、じゃあちょっと続けられへんなと思って辞めて、どんどん街を出ていく人たち、そしてもともと炭鉱産業で働いてた職員さんとかそこの労働者の人たちもどんどん街を出ていって、結果的にもっと人が減っていって、人が減ったら税金も増えへんから、まあどんどん負債を負債で重ねていく、どんどんお金を借りていくしかない状況になってたっていう。だってここの市役所ってテレビで取り上げてられて有名にもなってんけど、基本的に勤務時間5時までやねんな。冬場5時超えたら、残業するってなった人たちって、マイナス10度20度とかの中、暖房つけずにずっと作業してたらしい。スキーウェアとか着てね、そうそうあったかいやつ、スキーウェアとかベンチコートとか着て、それぐらい節約せなあかんかったその節約しますっていうのはやばい市役所って感じに出てるもんな、でそれがテレビで取り上げられて、それはさすがにかわいそうやろと。だから石油ストーブとかが全国から届いて寄付されたりとかして、今石油ストーブに、石油にもお金かかんねんけどそうだね、だけどちょっとあったかくいてほしいよな、だって人件費も削減されてさ、その中でも働いてるっていう状況やから、なあちょっとこの市役所の横にめちゃくちゃ有名になった映画館あるみたいだから、で夕張市っていうのはやっぱ幸せの黄色いハンカチやったっけ、映画の街って言われてるぐらい映画にも力入れてた街だから、ちょっと見に行ってみよう。はい、じゃあこちら市役所の横に来たら、これもでかい建物やな。これが映画館やったんやな。この映画館が最後まで残ってた映画館で十何個あってん、夕張って映画館が。ただ最後これ残す一つのみとなって、最後財政破綻ちょっと手前1990年代どんどん人口が減っていってどうしようってなってた時に、ここが町おこしの一環として夕張ファンタスティック国際映画祭やったっけ、2万人近く映画ファンが全国から押し寄せたっていう映画祭やったみたいで、ここにそんだけの人たちが集まった、もう最後のプレゼンみたいな感じだったよな。ただ今や完全なる廃墟になってしまってるけど、わすごいな。うわ、看板、火は輝き、緑が生まれて大空に広がる幸せと感動の開花。うわ、時代70ミリフィルムって書いてあるもんね。聞いてわかる？全然わからんけどすごい古いで。でその辺とかも旧映画の看板とかが残ってるからちょっと見てみよう。ね、うわ、やばっ、映画の看板まんま残ってるダイハードや、ダイハードだよあれ買い取らせてくれへんかな、あの看板安く。すげえ、この辺街全体は映画博物館やん。南太平洋、うわ、キスシーンあるわ。あら、うわ、ロマンチックミュージカル、うわー、時代感じるわこれ皆さんちょっと一回見渡して、映画館、市役所、ダイハード南太平洋、東京物語全部、レディゴービルにくっつけたい、でも正直楽しんでる俺。この財政破綻したっていうのは寂しさもあると思うけど、こういう楽しみ方ってあると思うね、残されたものを見ていくっていうね。なあ、その当時の思いを馳せて、あ、こうやったんかな、ああやったんかなとか、ダイハードもう一回帰ったら見ようそういう気持ちになるよね。なるよな。この横に生前予約って書いてある。どういうこと、生前予約って。お年寄りが一人で住んでいたりとか、子供たちがやっぱ都会の方に出てってしまうと、あ、孤独死が多いんか。そう、親戚いないとか、いつ何があってもいいように先に、悲しすぎるわ、聞かんかったらよかった。誰にも迷惑をかけたくない、あなたのためのプランですっていうのも、ね、なんか爆発的な声の横に生前予約はちょっと悲しすぎるわ、本当に高齢化社会の縮図やな、これってこの夕張だけの問題じゃないと思うもん、これ廃墟暖房日本全国でやってるけど、そこら中やからな、今田舎の町は、北海道もめちゃめちゃ多いみたいで今多いね。じゃあちょっとこっから繁華街みたいなのがあってんな、当時の商店街、行ってみよう。行ってみよはい、廃駅になった清水沢駅前に来ました。あれが駅舎で、目の前がもうがっつり空き地やけど、この建物やばいな。う。いやー、結構老朽化進んでるね。ちょっと倒れてたもんな。それにしてもこの駅前の商店街のこれ、清水沢商店街振興組合、これもうやってないな。
うんカーテン閉まって使うことあるんかな。あ、これえぐいわ。うわーうわあ階段あるもん。ガラスこれギリギリで止まっている。やーこれは怖いね。これ怖いわ。はいな子供が押してもバシャーンいくやつやな。うん地球割り入ってる。ちょくちょくあるけど入ってない。でも住んでないな。気を咲いてるだけ。気を開けてもやってんのかな、うん街の人が来るように。ないとダメなねお店って絶対必ずあるからね。いやでも病院ないとダメやろ。だいぶ年季やってんで。内科小児科もうやあっぱな子供がおれへんねやろ全然。あ町の内科って大事だよね。大事やな本当に子供熱出したとかさ。うん。それ秘密さばいて。あ、もう窓とかも閉鎖してるわ。うん危ないもんね。危ないやろ割れちゃって。当時の写真がお本当だ。この感じやったんや。もう山口百恵のショーをやってた。盛り上がってた時の写真でももうちょいええ写真使ってほしいけど前に車止まってるし。これしかなかった。ああ中ももう中も殺伐としてんな。うん近くに石炭の博物館もあんねんな、うんそこにちょっと行ってみよ行ってみるか。う。うん寂しなるわ。どん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 寂しなるわなんか。来ました石炭の歴史村。この夕張市の今唯一の観光スポット。お、あれは夕張希望の丘。あ、ここ花畑牧場があった場所やわ。牧場と映画のフォトギャラリーとかがあった場所やけど、もう完全空き地やわ。あの塔だけが残ってるわ。1、2年前までこの辺に牧場の宿舎があって、ただ今はなくなってて、圧倒的な廃墟感に負けずどんどん進む。もう分かってんねや。分かった上で売り出してんねや。でもいいぞ、それ開き直る感じ。現状を受け止めてそれを売り出していこうという作戦やな。頑張れ夕張。駐車場やけど車は1台も見当たりません。一大観光地として観光テーマパークを作ったところやってん、夕張市が。エネルギーの変革によって石炭の産業が衰退していくことによって、ここにアドベンチャーファミリーっていうテーマパークと一緒に石炭の歴史村っていうのも1983年に作られてんな、やねんけど結局その観光事業もうまくいかずで2006年の財政破綻とともに閉園、アドベンチャーファミリーだからちょっと名残はいや全く感じひんな、でこの石炭の歴史村っていうのもなくなって、今残ってんのがこの夕張市石炭博物館。最後の頼みっていう観光事業も破綻しちゃって、財政破綻に拍車をかけてしまったで、350億円以上の負債を夕張市が抱えることになってる、で今でもそれを返済し続けてる。そういった流れでその当時年間8億円の税収やったのに対して返さなあかんのが年間26億円と、とても返せれる額じゃない負債を背負ってしまった、ゆうちゃん大丈夫か博物館行こうぜゆうじゃあちょっと歴史博物館にレッツゴーで石炭のアドベンチャーファミリーっていう遊園地やったみたいだけど、もう全く当時の門が跡形もないな。ウォータースライダープールあって観覧車とかもあったりとかドカンとあったんかもな。これはなんかジェットコースターかなんかのコースターの跡かな、だからこのトイレの感じとかも遊園地のトイレの感じやん。この辺ちょっと遊園地の名残あるわ。アドベンチャーファミリーっていうのもなんかすごい時代を感じる名前やな、あ、ほらこれちょっとチゲットのもぎりみたいな、なんかのアトラクションの乗り場みたいな、へえ、オリバ水上レストラン、すごい。だけど池とかももう真緑やな、そっちにもほらもう立ち入り禁止のロープがあったりとか、レストランどころじゃないな。ステージは遊園地にある、広島の呉市のテーマパークにもあったわ、この廃遊園地に、石炭博物館、これだけが今営業してる状況で、
あんまりこう盛り上がってるようには見えへんねんけど、大人720円入場料がいいねんな。夕張市民220円消して当面は無料って220円ももう取らんからもう来てくれと。ただやっぱりその当時市がこういうようなテーマパークとかこういう博物館とか観光事業に着手することによって、その当時炭鉱職員炭鉱が衰退したから、その人たちの働く受け皿を作ってたとも言われてて、だから石炭産業で多分夕張市っていうのは相当儲かって、だから石炭産業が衰退していっても今まで儲けたお金で観光事業を打ち出そうっていう多分状況やったと思う。でそこから職員とかのもともと社宅やった場所を買収したりとか、上水道設備とかも買収したりとかして公共サービスを打ち出すようになったっていう感じみたいな。ここやばいな。さっきの石炭博物館のまんまやな、そうだね。宿泊施設ファミリースクールふれあいっていう施設で、ここもともと小学校やったみたい。朝日小学校っていう小学校で1983年に閉校されたみたい、でそっからこのファミリースクールふれあいっていう、研修宿泊施設みたいなになって、ただ2006年財政破綻でこのファミリースクールふれあい自体もなくなった、なんか小学校やった場所がこうなっちゃってるのはすごい悲しいな、何か可能性を閉ざされたというか、小学生からしても未来があるわけやん、なんか残しといてほしいなって。言うと俺の小学校も平行なってんけど俺も、なっちゃったなんか学校やわ、黒板あるわ、見える？ちょっと一回、うわ黒板あって冷蔵庫みたいになったりさったりとか、だいぶ荒れ果てとんなこれは。こっからがほら希望の丘、もうほぼほぼ絶望やな、ちょっと悲惨やな。てか全体的に夕張が、今までもっと観光地みたいなところを廃墟探訪してたからスポットやったやん。夕張市っていう街全体がこういう状況やから、もう高齢化が進んでてほとんど人おれへん。でもすれ違う人が高齢者やったりとかするから、今日一日を通してだんだん悲しくなっていったなって。だから本来その土地に根ざした単一の産業で発展して、じゃあその単一の産業自体がなくなったら市全体もダーン落ち込むっていう、この日本の縮図を見てるような気がして、でどんどん田舎もそうなってきてるから、軍艦島とかみたいになんか廃墟ツアーみたいなのできたらいいけど、それで活性化するとかそういう一長一短の話でもないと思うし、でこの夕張市っていうのは自治体でありながら、ただ何か政策するってなった時にその予算っていうのは国の管理下にあるから、国の許可がないとできん。だから自治体でありながらもう自治体じゃなくなってんの、自治できてない状態になってんねや、そして今も借金を返し続けてる。だから夕張市のホームページで借金時計っていうのがあって、返済まであといくらっていうのが、リアルタイムで見れるんで、今のリアルタイムはこんだけ残ってるっていう状況なんで、今回夕張市全体通して借金があってかつ財政破綻した町の今でした。一回来てみて、なんか衝撃食らうから、日本これからどうなっていくんっていう、こんだけの広大な土地が市全体がそういう状況になってしまってるっていう、こういう建物いっぱいあんねん、家一個一個そういう状況なんで。そして北海道どんどん衰退に向かっていってるところもまだあるんで、こっから道東の方に東に言うた釧路に行こう。釧路に、今最新の情報やねんけど、釧路が今こういう状況らしいです。夕張は宿泊施設がないんで、ちょっと釧路に今から向かいましょう。